はい、こんにちは。脂漏性皮膚炎肌断食チャンネルの佐々木です。今回はですね、僕が脂漏性皮膚炎を具体的にどうやって治したかっていうことについて話していこうかなと思います。で、まず最初になんですけども、これから僕が紹介する方法っていうのは、肌断食がメインになっていて、で、その治りをですね、早めるために一緒にやるべき6つのことっていうのがあるので、それを話していくっていう動画になっているんですけども、で、この肌断食に関してですね、最初にご理解いただきたいことがあって、ちょっとこちらの写真見ていただきたいんですけども、この写真は僕が肌断食を始めて、だいたい半年ぐらい経った時に撮った写真です。見ていただいたらわかる通りですね、ほっぺたや鼻が角栓やかさぶたのようなものでびっしり覆われてしまうんですよね。こんな感じで。で、それが最終的に全て剥がれたらすごく綺麗になるっていう、そういう、治療方法なんですけども、で、このかさぶたの期間っていうのがですね、これから僕が紹介する方法を、しっかりやっていただいた場合でも、これまでスキンケアをやってきた年数の3分の1から2分の1ぐらいはかかってしまうんですね。例えば僕の場合だと6、7年スキンケアを頑張ってきたので、その分ですね、肌断食のこのかさぶたにこのかさぶたの期間っていうのはですね、だいたい2年半ぐらいでした。なので、それぐらいですね、治療にちょっと時間がかかる方法っていうことはですね、まずご理解いただけたらなと思います。はい、それではですね、早速方法をお伝えしていこうかなと思うんですけども、肌断食を含めて、全部で7つ、やっていただきたいことがあるんですね。で、もちろん全部やっていただきたいんですけども、一応僕なりに優先順位っていうのをつけて、それで、その順番で話していこうと思うので、まずお願いしますと。で、一応ですね、概要欄の方にそれぞれのタイムテーブルを載せておくので、そちらもご活用いただければなと思います。はい、それではですね、まず一つ目なんですけども、これも最重要です。マスクを絶対にしないでください。えっと、肌断食中のそのかさぶた期間を、マスクで隠してやり過ごせばいいんじゃないかって思われる方もいらっしゃると思うんですけども、あの、マスクをしちゃうとですね、そのマスクのせいでかさぶたができるんですよ。で、その勢いの方が強くて、あの、肌がかさぶたを剥がそうとする力よりも、そのマスクでかさぶたができていくスピードの方が勝っちゃうんで、最終的に例えば1年かけても全くかさぶたが取れなかったとか、そういうことになっちゃうんですね。で、しかも、マスクのせいで脂漏性皮膚炎が悪化しちゃったりとか、そういう風になっちゃう可能性もあるので、もうマスクはですね、絶対にしないようにしてください。お願いします。はい。ではですね、2つ目。2つ目は肌断食です。で、具体的にどうやればいいかっていうと、まず今お使いになられてる、洗顔料、化粧水、乳液とか、顔に塗るものはですね、すべて捨ててもらって、で、洗顔はですね、朝晩、32度のぬるま湯で、行ってもらって、で、すすぎの回数っていうのはですね、これは、人それぞれなんですけども、だいたい、1回から10回の中で、自分に合った、回数っていうのを、見つけてもらって、それで実践していただければなと思います。で、本当にこの回数っていうのは、ちょっと人それぞれなので、例えば僕の場合だと、僕は30度の、ぬるま湯で、3回、すすぎをしてます。で、このぬるま湯っていうのは、なんか手の感覚で、ぬるいなーっていう温度でやるんじゃなくて、ちゃんとですね、Amazon とかで水温計とか買ってもらってですね、蛇口から出る水に当ててもらって、何度か確かめてから、やるようにしてください。で、あとは最後にですね、拭き方なんですけども、拭き方は、えっと、キッチンペーパーってあるじゃないですか。それをですね、買ってもらって、それで拭くようにしてもいただければなと思います。やっぱりどうしてもタオルとかだと、なんか洗剤で洗ったりとかした時に、そういうのがついちゃったりとかが気になるので、キッチンペーパーを使うといいと思います。で、僕の場合はですね、シャンプーとかボディーソープも、使わないようにしてます。だからもう、なんていうんですかね、石鹸みたいなやつってもう家の中から今もうなくて、あの、
ないっていう状態なんですよね。何にも使ってないです。で、最後にですね、肌断食で、できてしまったかさぶたとか角栓はこう無理やり取っていいのかみたいな、そういう話をしておこうと思うんですけども、基本的にですね、ぐらついてきたかさぶたとか角栓はもう爪でですね、ぴょいって取っちゃっていいです。いいんですけど、ただ、その他にですね、お風呂で、例えば手ぬぐいでも一斉にごっそり取っちゃったりとか、そういうことは絶対にしないでください。あくまでも自然に取れたりとか、えっと、自然に取れたりとか、もうぐらついてきてるのを優しく爪で取ってあげる。それぐらいにしておいてください。で、意外とやってみるとですね、比較的朝起きた時とかにですね、もうなんかガソーって取れてたりするんですよ。で、そしたらラッキーみたいな、めっちゃ取れたぐらいの、テンションでね、いればいいと思います。はい。決して、無理やり、あの、ガーって取ったりはしないように気をつけてください。それではですね、3つ目なんですけども、3つ目は温冷交代浴っていう入浴法をやっていただきたいんですけども、具体的にどうやるかっていうと、まずお風呂入るときに1分間ですね、冷水を浴びます。で、その後に、普通に浴槽に溜めてあるあったかいお湯に1分浸かるっていうのをですね、5回から10回繰り返してもらって、で、最後お湯から上がりますよね。そしたらですね、お湯で、体流して、で、髪の毛洗って、で、顔もですね、ぬるめ洗顔してもらって、で、それが終わって、よし、上がるぞってなった時に最後にですね、もう一回一番冷たい温度の水を1分間浴びて上がるっていう、入浴法になってます。で、この入浴方法がなんで脂肪性皮膚炎とかにいいかっていうと、なんか現代人は生まれた時から冷房とか暖房にさらされてるわけじゃないですか。で、そうするとですね、なんか、体内の副腎っていう部分が育たないらしくて、で、その育てない副腎を育ててあげるために、あったかい冷たいあったかい冷たいっていうのをやるとですね、いいっていうことなんですね。で、じゃあなんで副腎なのかっていうとですね、副腎ではその副腎皮質ホルモンっていうのが分泌されるんですけど、ちょっと読みますね。体内で生成される副腎皮質ホルモンの中で、最も多く生成される物質はコルチゾールであると。で、コルチゾールっていうのの主な作用としては、抗炎症作用、免疫抑制作用、細胞増殖抑制作用、血管収縮作用があるというふうに書かれてるんですけど、多分ですけど、この血管収縮作用っていうのと、抗炎症作用とかによって、脂漏性皮膚炎の赤みだったりとか、毛穴の開きとかっていうのを治してくれるっていう、効果があるんだと思います。で、この副腎ヒストホルモンっていうのは、皮膚科で処方されるステロイドとかの薬にもう入ってるらしくて、だからステロイドって、塗ったらわかるんですけど、めちゃくちゃ肌の赤みとか引くんですよね。で、それが体内から分泌されるって、めっちゃいいよねっていう話なんですよね。で、ちょっと僕、アホなんで、具体的にですね、もっともっと効果が知りたいっていう方はですね、ご自身で、調べていただければなと思います。はい、それではですね、4つ目。4つ目はですね、姿勢を、正してください。で、これなんでかっていうと、脂漏性皮膚炎の患者さんの多くにですね、結構共通して見られる症状っていうのがあるらしくて、それ何かっていうと、お腹のおへそのあたりですかね、そこら辺に線が入ってる人が多いらしいんですよ。で、それなんで入るかっていうと、脂漏性皮膚炎になると人目を気にするようになって下を向いてしまうと。で、下を向くとどん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 猫背になっていって、それのせいでお腹を圧迫するから、そこで線が入ってしまうらしいんですね。で、そうすると、ここではまた副腎が登場するんですけども、そうすると、お腹の臓器が圧迫されるんで、副腎もどん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 悪い影響を受けていっちゃうと。で、副腎必須ホルモンの分泌量とかにも関係してくるから、姿勢を直しましょうっていう、感じなんです。で、姿勢の直し方に関しては、もうちょっと僕の場合でしか言えないんですけども、気合で僕は直して、まず一日中ですね、姿勢のことを考えるように僕はしていました。で、具体的にやり方としては、まず
ネット上にですね、壁にこうやって当てて、こうやったらいい姿勢になるよみたいなのがあるので、それを真似してもらってですね、まずはその状態で、こう、ずっと立つみたいな、そういう練習をしてください。で、そうするとですね、だん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 きつくなってくるんですよ。で、きつくなってきた時に、ちょっと休憩って言って猫背になるんじゃなくて、次はね、寝てもらっていい、大丈夫です。なんですけど、その寝る時にも注意してほしいことがあって、もう気をつけの、もう姿勢でですね、足をピタッとくっつけて、気をつけの姿勢でそのまま仰向けで寝てください。で、そうするとですね、その姿勢自体がいい姿勢なので、だん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 寝てるだけなのに疲れてくるんですよ。で、そしたら、じゃあまた逆に立って、で、また立ったのが疲れたら寝てみたいな。それをですね、ずっと繰り返していれば、もうほぼ一日中ですね、いい姿勢でいることができるので、で、僕はそうしてましたね。あと寝るときはですね、もうなるべく寝始めはもうぴったり気をつけの姿勢で、あと枕は使わなかったりとかしましたね。で、そんな感じで1週間意識し続けると、もう立ち姿勢は楽勝でやれるようになるんですよ。で、そうなってから初めてですね、座り姿勢に挑戦していただくのがいいと思います。座りを直すっていうのがもう一番辛くて、実は。あの、で、ある程度ですね、立ってる状態が楽になったら、もうその時点でだいぶ筋肉みたいなのがついてきて、がっしりこう、もう構えられるようになるので、そこからですね、座りを練習するようにするといいと思います。座りはですね、もう気合で頑張ってください。もうこれも、もうずっとですね、意識してれば、だいたい1ヶ月ぐらいあれば、もうなんか楽々でできるようになるので、とにかく毎日意識して頑張ってください。はい、5つ目ですね。5つ目は、筋トレです。筋トレは、もう言わずもがなというか、もう肌にいいんで、やってください。運動として頑張ってください。で、僕の場合は、最初はですね、プランク1分もできなかったりとか、腕立て2回もできなかったりとか、もうちょっと本当散々だったんですけど、だから脂肪性不炎結構ひどかったんじゃないかなとも思ってるんですけど、今ではですね、プランクもなんか4分とか結構伸びてきて、腕立てもですね、あの、20回 ×2 セット、10回 ×3 セットとか、それぐらいはですね、全然、ガチガチにやらなくてもいいんで、それぐらいはできるようになると多分いいかなと思います。ではラストですね、6つ目なんですけども、日光を浴びたり、ウォーキングしたりしようっていう話なんですけど、これはですね、僕の中では相当おすすめなんですけど、やっぱり肌断食でかさぶたとか角栓っていうのができるじゃないですか。で、それを、ちょっとでも早く、剥がしてあげるために、ターンオーバーを促進させてあげるために、日焼けをしようという、魂胆なんですけども、で、ただこれはですね、実際ですね、早まるし、僕はおすすめなんですけど、やっぱり将来的にシミになっちゃったりとかっていうのが不安な方もいらっしゃると思うので、そういう方はやらない方がいいと思います。で、一応ですね、僕の日焼けの方法についてもお話ししようかなと思うんですけど、僕、今は結構黒くなってますけど、もともとはですね、めちゃめちゃ色白で、日焼けしたらですね、もう真っ赤っかになっちゃって、もういっぱい皮がバーってもうむけて、最終的にまた白に戻るみたいな、そういうなんか、もう日焼けと相反した感じの肌だったんですけど、それはですね、どういう時にそうなっちゃうかっていうと、もう、例えば運動会とかでもう5時間とかめっちゃもう日差し浴びまくった時は、そう、もう、やけどみたいな、もう本当に状態がひどくなるので、そういう日焼けの仕方をするのではなくてですね、だいたい最初は30分とか45分とかですね、浴びてもらって、で、人によってはですね、30分とか45分でも結構赤くなっちゃうと思うんですよ。で、赤くなったらですね、その日はもうやめて、その後2日間ぐらいはもうずっと家に引きこもってもらってですね、そうすると、なんか赤みもだんだん収まってきて、で、最終的にどうなるかっていうと、ちょっとだけ色が黒くなるんですよ、肌の。で、じゃあ黒くなったなって思ったら、また外に出て、で、45分とかも同じぐらい浴びて、で、それでまた赤くなっちゃったら、また、赤みが収まるまで引きこもって、で、また治ったら出てっていうのを繰り返してもらってですね。で、そうしてるうちにだんだん日光を浴びれる時間みたいなのも増えていきますし、いい感じで黒くなっていくので、そういう感じで僕は、今の感じになりましたということです。で、こうなるとですね、いいことはやっぱりあって、
単純に赤身とかが、なんていうんですかね、まあ、赤身ほとんどないとは思うんですけど、まあ、やっぱり目立ちにくくなりますよね。だし、あと毛穴とかも、まあ、目立ちにくくなるっていう、まあ、単純にそれだけでもいいかなっていう効果があるので、はい、やってみてください。まあ、もしやられたい方はやってみてください。すみません、忘れてたんですけども、7つ目ですね。7つ目は、あれです。食べ物についてなんですけど、まあ、これに関してはですね、正直僕はあんまり意識してないっていうのがあって、まあ、7つ目に持ってきたんですけども、まあ、やっぱりでも、そうですね、なんか脂っこいものは、まあ、基本やめた方がいいとか、まあ、冷凍食品とかは僕あんまり食べないようにしてて、で、まあ、あとは、そうですね、お菓子とかはもう全然僕一切食べないようにしてます。あと、砂糖とか甘いものも、なるべくもう取らないようにしてますね。でもそれぐらいで、まあたまにケーキとか、まあ、食べますしっていう、そこまできつくやってないんで、あの、まあでもやっぱりお菓子とかは多分やめた方がいいですね。確実に。っていう感じです。はい、ということでですね、まあ途中結構駆け足でもうなんか結構バーって行っちゃったとことかあったんで、まあもしですね、こういうとこがわかんないとかっていうのがありましたらですね、コメント欄とか、まあ Twitter の DM とかでですね、送っていただければなと思います。